ド目ぐらいまでは結構いけるんですよ。5ラウンド目とか6ラウンド目とかからすげえきつくなってくるんですけど、まあこの8ラウンド終わった後とか、うわマジしんどいなって思うんですよ。思うんですけど、明日になったら忘れるんですよね。で、時間もこれ4分って短いんで、なんかきつい思い4分するだけで今日の運動は終わりって思ったら、なんかもう苦しさとかも忘れちゃってて、毎日よしやるぞみたいな気持ちでやるんですけど、だいたい4ラウンド目5ラウンド目ぐらいで、そうだった、やっぱきついんだったって思い出すんですよね。そんなことを繰り返してます。まだ横にお肉がいっぱいついてます。結構前は少なくなったかなって感じなんですけど。よっしゃ。よし、今日もやりました。結構期間かかってる割には遅いですね。もっと結果出てくれーって感じです。まあでも、少しずつですね。次を手を寄せる。腕立て。わずかずつ伸びてるような、伸びてるってなんだ、わずかずつ増えてるような気がします。いいところがいっぱいあります。胸筋の音がすごいちっちゃいです。
100日目の筋トレです。じゃあ最後は腕の筋トレの日で締めます。カメラの角度的にあんまり映ってないかも。じゃあ100日目最後バーピーいきます。よし、これで終わりだ。いやまだ明日からもやるけどこれで終わり。よし、いきまーす。あとはもう走り切るだけですね。やりました。100日やりました。はい、今100日後の体なんですけども、今これ、力を入れてない状態です。背筋鍛えてないんで背中がすごい情けないです。で、力を入れたらこんな感じです。でも全体的に筋肉ちょっとついたかなみたいな感じですかね。というわけでした。どんなポーズ取ればいいかわかんないよねって話。はい、というわけで100日目終わりの感想を最後に話して終わろうと思います。先ほど100日目終わりましたっていうツイートをしたんですけども、脂肪をドーンと減らすには有酸素運動と食事制限も必要っぽいっていうこと。で、運動習慣が身につくと心の状態も良くなったっていうこと。で、毎日短時間でも集中してやれば変化があったってこと。で、結果や成長を感じにくい期間が大変だった。その期間が勝負どころだったっていうこと。この4つがこの100日間の感想ですね。初日と100日目の体の状態を見比べてわかるかと思うんですけども、あんまりスリムになってないですよねっていうところで、やっぱり脂肪が減らないと、大きな変化を感じないっていうか、うわ、バキバキだなみたいな感じにならないんだなっていうことが分かりました。で、最初の1ヶ月目1日4分。で、次の2ヶ月目は4分を2セット。で、3ヶ月目4分を3セットっていう風に増やしてったんですけども、そんな短時間でも、集中してちゃんとやってたら変化あったなと思うんで、そこは結構いい収穫だったんじゃないかと。で、参考にしてもらえるんじゃないかと思ってます。で、今回100日間やってみて、これぐらいの変化しかなかったっていうのが分かったんで、半年とか1年とか経ったらもっと変わるのか、どんな体になってるのかっていうのも撮影していこうと思います。で、今回の動画では飛ばし様子を多分お見せしてると思うんですけども、1日目から今までの様子はサブチャンネルの方にアップしてるので、つまらない動画なんですけど見てみたいと思った方は見に行ってみてください。で、ちょっと最後に一つだけ言いたいことがあるんですけども、よく広告とかで、1日何十秒で1週間でこれぐらい痩せるとか、この体になるとか、そういう広告ってありますけども、あれ、嘘なんじゃないかなと、このチャレンジを通じて思いました。100日間毎日はぁやってみて、これぐらいしか変わらないっていう話なんですよね。まだまだトレーニング初心者なんで、ここからいろいろ試行錯誤して、経験を積んで、もしかしたら本当はすごい楽なやり方があるのかもしれませんし、そこら辺もいろいろ探求していこうと思います。というわけで今回の内容が多くの方の参考になれば幸いです。見ていただいてありがとうございました。